日本全体が己に反対しても、世界全部は己の味方だ。世界全部が反対しても、全宇宙は己の味方だ。宇宙は人間ではない。だから反対することはない。だから己は常に勝利者だ。いかがでしょうか。まるでアニメや漫画に登場する悪役のセリフのようですよね。しかし、これはフィクションのセリフではありません。大正時代のことです。20歳で書いた小説が50万という大ベストセラーになりました。その本の売り上げだけで出版社の新社屋が建ったと言われたほどです。そんな空前の成功を収めた若き作家が本気でそう書き残したのです。彼の名前は島田清次郎と言います。自らを天才と呼び、帝王者と名乗りました。体現相互を繰り返し、数々の奇行で世間を騒がせました。文壇の大人たちからはすっかり煙たがられました。そして31歳という若さで寂しくこの世を去ったのです。菊池寛という作家が残した文章があります。また、風野春樹氏による詳細な評伝もあります。そうした記録を丁寧に紐解いていくと、意外な事実が見えてきます。彼の実像は、決して強靭でも悪党でもありませんでした。ただ、異常なほどに不器用だったのです。誰よりも愛を求めながら空回りし続けた等身大の青年だったことがわかります。現代の言葉で言えば、彼は日本文学史における究極の中二病のカリスマだったのです。今日はそんな彼の愛すべき中二病な素顔をご紹介しましょう。島田清次郎の生い立ちは波乱に満ちていました。石川県の三河町という港町で生まれました。実家は裕福な海鮮業者だったそうです。しかし、彼が2歳の時にお父さんが海難事故で亡くなります。そこから一家の没落が始まりました。金沢の遊郭に身を寄せた時期もありました。その後、お母さんと二人きりで粗末な長屋に住むことになります。鳥小屋を改造したようなひどい家だったそうです。お母さんが朝から晩まで針仕事をしてわずかな日銭を稼いでいました。その日食べるお米にも困るような極貧の生活です。そんな薄暗い二階屋の部屋で少年だった彼はノートに向かっていました。そしてこんな言葉を書きつけていたのです。清次郎よ、汝は帝王者である。全世界は汝の前に四報復するであろう。見てください、この一文を。貧しい裏町の二階屋で、私は帝王だ、とノートに書きつける少年の手。なんだか滑稽ですよね。しかし、彼にとっては切実でした。彼は極端な言葉を書き残しています。僕は天才だ。だから天才でない奴は皆敵だ。そうでなければ崇拝者だ。天才でない奴は敵か崇拝者。両極端ですよね。でも笑えません。彼にはそうやって自分を大きく見せるしかなかったのです。貧困や世間の冷たい目から自分を守る必要がありました。それは
彼にとって必死の鎧だったのです。本当の彼は決して傲慢なだけの人間ではありませんでした。無名時代に書き溜められ、後に早春として出版された感想集があります。その中にこんな素直な自己反省の言葉を残しています。私は自分のあまりと高く、他人をあまりと低く見る癖がある。自分を高く見すぎてしまう癖がある。ちゃんと自分の弱点に気づいているのですね。素直で小心な少年の一面が垣間見えます。虚勢を張って自分を大きく見せること。それしか彼には生きる術がなかったのですね。そんな不器用な彼ですから、女性に対しても凄まじく不器用でした。彼にとって女性とは、無条件に自分をすごいと肯定してくれる存在でした。対等な関係の結び方が分からなかったのですね。彼が少女に宛てて書いた手紙は残っています。これがまたとんでもない内容なのです。少し読んでみましょう。僕の偉さは長く付き合ってゆくうちにわかると思う。安心していなさい。すべてはあなたの言う通りにしましょう。これは僕にとって大情報です。いかがでしょうか。大情報ですって、随分と上から目線ですよね。相手の都合など全く考えていないようです。さらに、デートの場所を指定する手紙もあります。どこで会いましょうか。とにかく、背景にはぜひ自然が欲しいものだ。楽しみだ、実に。背景にはぜひ自然が欲しい。なんだかお芝居の舞台監督のようですね。いちいち指定が大げさなのです。そして、極めつけはプロポーズの言葉です。こんな風に語りかけます。私どもの使命は、あくまで全人類の運命を追うものでなくてはなりません。二人で勉強しましょう。恋愛になぜ全人類が出てくるのでしょうか。思わずクスッと笑ってしまいますよね。でも、彼の生い立ちを考えると、少し切なくもなります。彼は幼い頃に父親を亡くしています。周りに男性のモデルになるような大人がいませんでした。普通の男女はどうやって愛を育むのか、そのお手本を知らなかったのです。ただただ無条件に自分を受け入れてくれる存在を求めた。そしてスケールの大きすぎる言葉で空回りしてしまう。呆れるのを通り越して、なんだかかわいそうになってきませんか。困った人ですが、憎めない青年なのです。やがて彼は、地上という長編小説で、華々しいデビューを飾ります。本は飛ぶように売れました。莫大な富と名声を得た彼は、ますます中二病をこじらせていきます。ある時、次女は検閲に引っかかりそうになりました。彼は内務省に出頭して弁明を行いました。その帰り道のことです。
同行していた出版社の編集者に向かって、内務省の建物を振り仰ぎながら、こう言ったそうです。僕も何年か後には、ここの大臣室に収まってるのかと思うと、変な気がするね。本気で自分が大臣になると思い込んでいたのですね。文壇の大人たちは、そんな彼を古代妄想だと冷笑しました。生意気な成り上がり者として、激しいバッシングを浴びせました。しかし、若者たちは違いました。大人たちが眉を潜める彼の言葉に、同世代の若者たちは熱狂したのです。彼のもとには、毎日何十通ものファンレターが届きました。うちの兄さんというような心地がする。私も兄さんと呼びたかった。そんな熱烈な手紙が殺到したのです。大人が書いたお説教ではなく、悩める若者たちと同じ目線で語りかける言葉。彼の小説は、現代でいうヤングアダルト小説の先駆けだったのです。なぜ若者たちはこれほど彼に惹かれたのでしょうか。それは彼が時折見せる深い孤独に共鳴したからかもしれません。絶頂期に新聞に連載された随筆で彼はこうつぶやいています。世界中の人間がことごとく凡俗であればあるほど、せめて自分だけでも立派にしようと努めずにはいられぬ。そうでなくてはあまりに寂しすぎるじゃないか。周りが凡俗ばかりで寂しすぎる。せめて自分だけでも立派でなくては。一見するとものすごい傲慢な言葉です。しかしその裏にある寂しすぎるという本音。世間からどれだけ叩かれても、この不器用な青年の孤独な心に寄り添う若者たちが全国に何十万もいたのです。彼にとってそれは何よりの救いだったのではないでしょうか。飛ぶ鳥を落とす勢いだった彼ですが、その栄光は長くは続きませんでした。様々な対人トラブルやスキャンダルを引き起こします。次第に世間から見放され、出版社からも原稿を突き返されるようになります。私が一番胸をつかれたのは、彼が絶頂期にふと漏らしたこの言葉です。私の最大の欠陥は、私に日常生活のないということだ。ああ。全宇宙を味方にすると豪語したカリスマ。しかし彼は、実は誰よりも他者と平等な普通の日常を築けないことに苦しんでいたのです。やがて人気は去り、精神のバランスを崩した彼は病院へ収容されます。そして、若くして結核に倒れました。世間から完全に忘れ去られた病室。そこで彼が亡くなる直前までひっそりと書き続けていた小説がありました。原稿用紙300枚に及ぶ自伝的小説です。生活と運命と名付けられたその第一巻のタイトルは母と子でした。全人類の運命を背負うと語った男が人生の最後に向き合ったテーマ。それは自分と母親の物語だったのです。
虚勢を張り続け、不器用にしか生きられなかった青年。彼が本当に欲しかったのは、天下を取ることでも、全人類の運命でもありませんでした。ただ、等身大の自分を愛してくれる日常だったのかもしれません。菊池寛は、病院へ送られた彼について、なんだかかわいそうである、と記しました。それは、彼をもてはやし、消費し尽くして見捨てた社会に対する、冷たくも温かい、隣人としての眼差しだったように思います。皆さんの周りにも、こんな風に、不器用で、空回りしているけれど、どこか憎めない人はいませんか？あるいは、過去の自分自身に少し重なる部分があるかもしれませんね。明治から大正、昭和へと移りゆく激動の時代。一瞬の閃光のように駆け抜けた、ある不器用な作家の生涯でした。このチャンネルでは、資料の裏側に隠された人間臭すぎる素顔を紹介しています。実はこんな説もあるといった情報や内容の補足等ありましたら、些細なことでもコメントにてお知らせください。また、この動画が少しでもいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価をいただけますと幸いです。